空が青いなはい、おはようございます。今日は4月の11日土曜日でございます。はい、今日はですね、久々に晴天ピカンになりまして、はい、なんか最高気温が26度まで上がるとかって、方が出てましたけども、いやーもうすでにあったかいですね。はい、ですので、今日はね、暖かくなりそうな予感でございます。はい、人間というのはね、体の温度の反応がですね、絶対温度と相対温度って言われますけども、1回26度までいっちゃってから、20度が連チャンしますとですね、非常に寒さを感じるわけですね。はい、今まで10度台だったものが、20度に上がると、今度20度でも暖かく感じると。でそうすると、人間というのは温度差で、寒い暑いを考えるわけですね。はい、ですので、26度だったものが、連日20度に落ちるとですね、急に、温かいものが食べたくなると。ラーメンとかね、鍋物とかね、汁物とかねが食べたくなると。で逆に、10度台だったのが20度に上がると思いっきり暑く感じるわけですね。そうするとアイス食べたいとか、冷たい炭酸飲料飲みたいとか、同じ20度でも、絶対的に20度っていうのは、変わらないはずなのに、寒く感じたり暖かく感じたりと、そういうようなね、何言ってんだこいつみたいなことですけども、はい、それはね、僕はね非常に昔から不思議だなと思ってるわけでございますね。はい、で意外とそこに、ビジネスチャンスが転がったりするわけでございますよ。はい、ということで今日も、頑張ってまいりたいと思います。そしてね、昨夜ね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノートレット、LINE でね、まず温度を測定する、センサーからねデータを引っ張ってくるのが成功しました。で次に、電磁弁を開くために水オンっていうね、文字を入れると基板上で LED がつくと。で水オフってやると基板上で LED が消えると。ここまで実験がね成功しましたよ。はい、ですので、今日はですね、あとちょっと何度以下になったら、電磁弁を開くとか、何度以上になったら電磁弁を止めるとか、そういうちょっと実験をね今日は、いわゆる温度を設定してで取得したデータを判断して、で電磁弁、LED をつけると消すと、そういう制御をねちょっとやっていきたいと思います。で今日本当はせっかくだから、晴れてるんでね、ビニールハウスを建てるための水道管のね工事もやりたいんですが、そっちやろっかな。せっかく晴れたしな。ずっと雨だったんでね、中でのテスト、やってましたけども、今日は外で作業でもいいかもしれないですね。はい、ということで、ダメなんだごめんなさい。今日午後ホタに呼ばれてんだ。ホタのもうかなり夏ぐらいですかねに呼ばれて草刈りしたおじさんがまた一昨日電話かかってきまして、そうだ今日午後ホタ行って便利屋の仕事しなきゃいけないんだ。すいません何言ってんだこいつね、ほんとね、ということでした。本日もよろしくお願いします。人月はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちら、そしてこちら、写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやーNASA が打ち上げたアルティメス計画のアルティメス2が、今日のね、日本時間の朝9時ぐらいに、有人飛行を終わりまして、はい、無事にね、地球に戻ったということで、嬉しいニュースでございますね。はい、今回のアルティメス2は、有人飛行で、4人かな、4人の宇宙飛行士を乗せて、月の外周、月の裏側まで回って帰ってくると、そういう形で、無事成功したということでございます。よかったですね。で、来年ぐらいですかね、来年ぐらいには、28年だから再来年ぐらいかな、来年か再来年ぐらいには、いよいよ、月着陸と、いうことでアルティメス計画3、アルティメス3がね、月に、降り立つと、そういうことらしいでございます。はい、楽しみでございます、今後ね。で、2030年にはもう、月面基地をね作るということを言ってますんで、あと4年ぐらいで、月に月基地がねできるということでございます。ということで、嬉しいねニュースが入ってまいりました。それとじゃあ今日午後からですね、これからちょっと鋸南郡の鋸南の保田にね、また呼ばれましたんでね、行ってきたいと思います。で、ちょっと振り返ったらですね、去年の10月ぐらいに、富津ラボの444回にですね、以前、呼ばれまして、その時もね急遽呼ばれて、いいから来てくれみたいな感じで言って、草刈りねさせられたんですけど、はい、させられたって言ったらまた怒られるよね、させていただいたんですけども、はい、今日はなんか防腐ネットが外れちゃったんで、それを修理してほしいということを言ってますので、ちょっとねこれから行っていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いしますじゃなくて、このままねドローンさせていただきます。多分向こうではドローンできないと思いますんで、1回ドローンで終わりです。ドローン。はい、保田にやってまいりました。今日はね天気が良くて、素晴らしいコンディションでございます。はい、じゃあね、このフェンスをね、風で飛んじゃったんで直してくれということなので、針金で直していきます。ということでね、なんか針金でね、止めてくれということで、はい、ちょっと太いね針金を、巻きまして、ペンチでね、締めていきます。はい、なんか昔イノシシフェンスの時に、なんですかね、くるくるって回すね、何でしたっけ、忘れましたけども、やったのを思い出しました。はい、ということでね、本当はねワイヤーじゃなくて、インシュロックナイロンバンドっていうのかながいいかなと思います。よいしょ、ちょっとね足場が悪いですけど、ここもやっていきますよ。はい、隣がね、側溝ということで、結構深いんですよ。1メーターぐらい下がったところに側溝がありまして、もうそのフェンスギリギリに、立ってますんでね、はい、ちょっと、足場悪いんですけども、張っていっております。はい、じゃあね、防風ネットもう一度ね、張り直しました。で、外れそうなところはもう一回ね補強して、バタつかないようにいたしました。はい、それとね、こっち側ね、よいしょ、防風ネットを追加してくれってことで、単管組んでくれってことで、今こっちね、単管組んでます。
はい、じゃあ今からねこちらのねネット張ってきます。はい、とりあえずね、クランプいっぱいあるんですけどね、ナットが回らないで今買いに行ってます。こんな感じで今ねこっちに、単管で、ネットフェンス作ってます。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。防風ネットをね、修理してこちら側追加させていただきました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、ちょっと穂高からね、帰ってまいりました。はい、結構時間かかっちゃいまして、もう今ね、6時過ぎなんでございますが、はい、やっと帰ってまいりました。はい、ということでね、今日暑かった。はい、本日は以上となりますということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月にゃおーにゃおー